N ズ家庭菜園の中村です。今日はクッキングレッスンです。私たちは、畑をやってますけど、畑で一杯、このようなじゃがいもが取れました。まだ向こうにも、こういうような、今回作ろうと思っているのが6個ぐらいのバットがあります。こういう白いバットにですね。で、それを今日は皮を剥いて、瓶詰めの作業を準備します。で、これが去年の9月の4日に作ったものですね。こんな感じで、瓶詰めをすることによって長い期間、保存することができます。で、これは結構便利で、何に使うっけサラダポテトサラダ。ポテトサラダでもいいし、シチューでもいいし、シチューとかね。カレーでもいいし、うん、いろいろできますよ。ね、だから簡単に出すだけ。温めるとか味をつけるだけ。もうプリクックしてある状態で入ってるもんですから、もうこれをそのまんま、ポテトサラダに作ることもできるし、いろんな、用途があります。で、これは塩が入ってるんだったっけ、多少。もうね。多少確か塩が入ってたと思うんだけど、これでもう1年以上、キープすることができています。で、私たち、販売してるわけじゃないですから、お腹が痛くなるとしたら自分たちの問題で、だけど、全然お腹が痛くなったりとかそういうのないですから、問題ないと思います。人にあげるんだったらちょっと注意しなきゃいけないんですけど、私たちは夫婦と自分の子供たちが食べるためにこういうような感じで作っています。で、今日はですね、このメイソンジャーを、バルーのメイソンジャーをまた買いました。これに今回は一杯作っていきたいと思っています。これはですね、広口のメイソンジャーだね。そうそう。こっちは去年やったけれど、不便なことは狭い。だから入れる出す。口がちっちゃいってことね。そうそう。こっちは比べると全然違いますね。だからその分大きく、ものを入れれるし便利だっていうことで、今回はこのメイソンジャーを使うことにします。これはアメリカのアマゾンで買ったんだったっけ？だと思うね。アメリカのアマゾンから日本に送ってもらったっていう状態ですね。でね、じゃがいもを今日の作業としては、じゃがいもをきれいに剥いて、まず洗ってそのまま畑からの乾燥しただけ。土をつけておくと、このまんまでも、十分、2、3ヶ月は持つんですけど、1年持たせようっていうのはちょっと難しいから、こういう瓶詰めにするっていうのね。でも、私たちのうちは、エアコンは部分的使わないから、暑くなる部屋が、で、長く持ってない。私もさっきいっぱいいろんな腐ってるのを取ったらね。そう。だから日本の暑い夏でセントラルエアはないからすぐ悪くなるから悪くならないようにそうだね。アメリカだとこういうのは地下室のところに入れておいたりしてね、長いことを持たせるんですけど、私たちの家はコンクリートのビルの中にあるもんですから、できたらね、その倉庫の中にもエアコンがついてたらいいと思うんですけど、このご時世、電気代も高いですので、だからそういうとこまで電気をつけてることはありません。ですからこうやって、瓶で置いとく分には、そのまんま多少暖かくなろうと問題がないっていうことで、このような方法をいたします。では、頑張って洗ってよろしくで、今日2つのセクションに分かります。洗って皮を剥いて水に浸すっていうことですね。それを今日はします。で、また明日切って、今日は切る。今日切って水の中に入れとくってことね。で、明日それを瓶の中に入れて、どうするんだったっけ、クックして、プレッシャークッカー。プレッシャークッカーがあるんだね。圧力鍋。鍋じゃない。圧力、瓶用の圧力。キャナー。
キャナンってそういう。そう、鍋と違う。圧力はもう何倍。それはまあ後半でお見せいたします。じゃあ今日の作業だけしていきたいと思いますので、その準備をしていきます。また2人と揃って登場です。まあじゃがいもをきれいに洗いました。で、新じゃがで、この種類の、皮は薄いもんですから、それほど問題ないんですけど、皮のまんまでもできます。ですから、ちっちゃいサイズのじゃがいもは皮のまんまで、瓶詰めにしようかなと思っています。そうすることによって、皮とその実のちょうど中間ぐらいのところに、一杯の栄養素が溜まっているもんですから、それも一つかなと思っています。で、私たちはこれを皮を剥いていくんですけど、傷んだところも結構ありますので、それを切って、そして、そうですね、私たちとしては水にまず1日つけていくっていう形で行うようにいたします。あんまりうまくいってないね。で、あとは、見ててください。こんな感じでやっていきます。薄い皮だからやりにくいんだよね。まあ私の方法と違うかもしれないけど、こんな感じで皮を剥いて、この作業は早く終われないよね。大変だよ。だから2人でデート。じゃがいも向きのデート。楽しいでしょ。全然。で、この、皮むきのところにはこんなようなものがありますので、これで、簡単に、切り取ることができます。まあ目の部分だけだよね。これちょっと too close なのね。で、これちょうどいいのは私たちは右利きと左利きがいますので。ああね。左利きの人は左をすればいいね。で、こんな感じで作ったらですね、これを一口サイズ。一口サイズに、切ってこれを入れるっていう作業を今日はひたすらします。どのぐらい？このぐらい？そうね。私はどのぐらい、このぐらいは私知らないじゃなくてあなたと合わせると思った。ね、初めてよ、初めて。去年はやれなかったので。多少手伝ったんですけどね。プレッシャーキャナーの方。そうね。機械は上手だから、皮むきは奥様が専門ですので、そちらをするようにしています。まあ、あとはできたところの写真になると思いますので、終わりにします。皮をむいてたら、こんなミッキーマウスみたいなね、まあうちの奥さん的には豚だそうですけど。豚よ、豚。もうちょっと大きく見せて。花は見てくださいよ。こんなすごい、豚かミッキーマウス、どっちだ？豚だな。はい、こんなのもありました。昨日結構時間がかかりましたけど、これだけのじゃがいもの皮を剥きました。この器の方は、小さすぎて、あんまり、皮が取ると実がなくなりますので、小さいのだけはここに、入れてあります。ですけど、あとこれだけ全部は、皮を剥きました。で、これからの作業として、この瓶の方に全部入れます。そして水は入れ替えて、塩水をですね、少し加えたものを作っていきます。で、その後にキャンニングですね、瓶詰め作業をしていきたいと思いますので、その作業を移していくことになると思います。よろしくお願いします。私たちはこのような器具を使って、
瓶詰め作業をしていきます。これはオールアメリカンのモデルナンバーが925っていうタイプのキャンニングするためのものです。で、これはですね、圧力をかけてする形になりますけど、大切なポイントとしては、地域によって、その高度ですね、山の上の方だと当然、違ってきますし、その地域によって重りを変えて、ここのとこに、重りを置く形になります。そしてこの重りの沸騰するところによって私たちは、そこから何分間、見つめるかっていうことを行います。で、これがアルミ製のため、うちはですね、オール電化になっていて、アルミのこういう鍋が置くことができません。そのために、岩谷のこのような、キャンピング用の機械を買いました。これによって、非常に便利にできています。これは、蓋を外すことができて、このように蓋を外すことができて、そしてこの上で、料理をするっていう形で今回は行うようにいたしますので、よろしくお願いいたします。今、この瓶の中に、バローの瓶の中に、じゃがいもを入れました。で、じゃがいもが約 500g。そして水をだいたい縁まで、ですね。で、あと、塩を小さじに1杯入れています。で、これを、このプレッシャークッカーの方に、プレッシャーキャンナーの中に入れていきます。で、今こんな状態になりまして、この縁にはですね、バセリンを塗っています。それによって、蓋を外しやすくするためですね。で、一番下には、このような、そこにこのようなものを置いています。二段にするときにもこれを使うんですけど、実際にはこれを使うことによって、火が直接当たらないようにするためですね。瓶に直接火が、浸透しないようにするようにしています。で、これを今からクックするんですけど、この矢印とこのくぼみが合う形で、そして合わせて、いきます。で、蓋をするっていう形ですけど、なるべく対角線上ずつにしていきます。で、後から、位置が正しくいってるかをちょっとチェックしながらですね、この後行っていきます。こんな感じでしっかり、蓋をする形になります。で、最初はこの重りをつけずに、沸騰するまで、行います。で、沸騰した時点で、この地域では10パウンド、10パウンドの重りを置く形になります。ここの10って書いてあるところですね。それを置く形で行っていきます。それでは、火をつけていきます。で、この岩谷の、はものすごくいいんですけど、やはり少し熱くなりますので、蓋は開けたままで行います。このように火がついて、沸騰するまでまず待って、それから、タイマーをつける形になると思います。じゃあ、しばらくこのまんまにしておきます。だいたい今、このところから蒸気が出始めましたので、これで沸騰し始めていることがわかります。で、これを10分間沸騰を続けさせます。この蒸気がずっと出るのをですね。で、10分後に、この、10パウンドって書いたところのものを置くっていう形です。10分間はまだこのまんまですので、タイマーを10分にセットしたいと思います。はい。じゃあこれから10分間、このまんまにしておきますので、ビデオはちょっと止めますけど、10分後にまたお会いしましょう。
約10分間、沸騰させました。もうすぐですね。これであと8秒経ったら10分経ったことになります。ちょっと待ってくださいね。はい。10分間の沸騰が終わりましたので、10パウンドの重りを置きます。この時に気をつけなければいけないのは、やけどしないことですね。で、この重りを置くことによって、このゲージが10パウンドまでいきます。で、その10パウンドになるのを見ながらですね、どれぐらいの勢いで、蒸気が出てるかっていうので、温度を多少調節する時もあります。これからこのような形でいきたいと思います。この岩谷の CBTBG2 っていうタイプのものはものすごく優秀にできてまして、缶が熱くなりすぎると自動的に止まるようになっています。まだ中は入ってるんですけど、温度で、自動的にオフになるっていうことですね。ですから、余分な缶を持っている必要があります。缶が冷えてくればまた使うことができるんですけど、そういうことを気をつけながら行います。で、見てもらうと分かると思うんですけど、もうすぐ10パウンドの温度、プレッシャーがかかるようになります。10パウンド経つと、これがだんだんシュッ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 と、出るようになりますので、そのところを見ていきたいと思いますね。で、シュッシュッシュッと出始めたら、そこから40分間料理をします。実際のことを言うと、この、キャンニングの機械の中には、水を6リットル入れました。で、6リットルを沸かすのに、約25分から30分ぐらいかかっています。で、沸いて、もうプレッシャーをかけてですね、25分、30分、そこからですね、また、実際のことを言うと、30分ぐらいで10パウンドの、が出ていますので、今ちょうど1時間ぐらい経ったところですね。そこからまだ40分かけますので、全体で約2時間の作業になるっていうことが分かってきています。今、ここでもうすぐ、シュッ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 って言うと思います。ここが10パウンドになると、空気がこんな感じで漏れ始めるということですね。聞こえますか？で、これが1分間に4回ぐらい、シュッ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 と出るようになってきたら、温度を少し下げて時間を計り始めます。そうですね、ここから40分間行いたいと思います。で、ちょこっと見ながらですね、温度をもう少し下げれるかなと思っています。こんな感じでちょっと行ってみましょう。まだ料理の途中ですけど、私たちはこの商品を買った時に、このような、取扱説明書があります。で、この中にですね、私たちが住んでる新城っていう地域、でいろいろ調べるとですね、海抜、確か187フィート。この地域が、海抜187フィートですので、それをまず頭に入れなければいけません。で、ポテトを、クックするためには、1000フィートまでの高さのところにある場合、この商品で言うと、ここですね。40分間、今、あと12分で終わりますけど、40分間この作業をずっとするっていう形になります。で、10パウンドの、重さの、ゲージをつけようっていうことになってますね。で、今、クォーツを7個のクォーツを入れてますので、7個の瓶ですね、を入れてるっていう形になります。
これを今私たちは行うようにしています。このような圧力の機械を使う、圧力釜とかこういうものを使うときには安全が第一です。ですから、書かれた通りにやるっていうのが基本ですね。温度とか、またプレッシャーとか、そういうのを必ず守ってください。じゃないとですね、変なところで、悪いことが起こらないようにっていうことですね。私たちはこの鍋を洗うのも結構気に、するようにしています。ちょうど40分経ちましたので、まずは火は止めます。そして、これで徐々に今、圧力が抜けていくっていう形になると思いますので、この後、自然に温度を冷ましていきます。下手に、この圧力ゲージを取ってしまったり、蓋を開けようとすると大変なことが起こりますので、皆さんもそういうことは気をつけてください。で、これはアメリカ流のやり方ですけど、日本でもいろいろやり方があると思います。私たちはアメリカの方法しかちょっとわからないもんですから、そしてアメリカのそういう瓶を使ってますね。こういうような、瓶で行うようにしています。これがどちらかっていうと、アメリカでも長年とやられている方法ですので、これが安心です。で、これが、私たちこれを今日作業として3回しなければいけません。ですから、ほぼ1日がかりの仕事になりますけど、これからどうなっていくか、最終的に、出来上がったものを見せることにいたします。完全にプレッシャーがゼロになりましたので、このウェイトをちょっと外します。外すとき気をつけなければいけないのは、プレッシャーがあるとここから蒸気が出ますので、それを気をつけましょう。で、この後ですね、順番に緩めていくんですけど、対角線上に緩めます。プレッシャーはないから吹き飛ぶようなことはないと思いますけど、それでも安全第一で。で、こっからが、ちょっと器具がいりますね。ここからはマイナスのドライバーみたいなもので、ちょこっとこじるといいんですけど、私が持ってきたマイナスのドライバー、取れましたね。これで出来上がりです。これで出来上がりましたので、私たちはこんなようなピンチャーっていうか、これで挟んで取り出していきます。これで7個が出来上がったような形です。ポテトの瓶詰め作業がやっと終わりました。21個の瓶ですね。この最後の2つは、皮がついたまんまでちっちゃいポテトです。で、19個の、このようなポテトの瓶詰めができました。そしてプラス、このところに今日の夕食で食べた、ポテトサラダも作りました。こんな感じで、できたことを感謝します。この後少し、どんな感じで、どんなものを使って作ったかっていうことを説明したいと思います。このように瓶詰めができるんですけど、瓶は基本的にまだ、よくよく見るとクックしてる状態です。まだ泡が出たりいろいろしています。そして24時間このまんま置いとかないといけません。で、24時間経つと今ピンって言いましたよね。それで、シール、きれいに密封されたっていう証拠になります。で、
これで24時間経つとですね、冷えますので、そうすると私たちはこのリングの部分だけを取ることができます。そしてリングの部分だけを取って、蓋がついた状態で、真空状態になっている状態のものを私たちは棚に、置くという形になると思います。今、やっとポテトのじゃがいものですね、瓶詰め作業が終わりました。どういうようなものを使ったかを最終的に説明いたします。まだ湯気が出てますけど、これが、圧力鍋。瓶詰め用のスペシャルの圧力鍋です。そして、こちらの方は、沸騰させてですね、瓶を、サニタイズ、どういうんだ、消毒するために、この鍋を使います。これはステンレスでできていますから、うちの IH 調理器で、使うことができます。このような形に、温度計もこのところについてたり、そして、こういうような、もので、こういうようなものでですね、こういうような感じで、瓶を乗せて、いくことができます。これが、非常に便利なんですね。で、これで、まず、煮沸消毒するっていう流れですね。で、こちらのキャンニング、瓶詰め作業の方で、いろいろします。本当に時間がかかりますけど、感謝です。で、この、岩谷の、調理器は非常に便利です。実際はですね、最初プロパンのそういう設備を買おうかなとも思ったんですね。ですけど、岩谷のこのキャンプ用品でこういうのを見つけたときに、これでできるんじゃないかなっていうことから、今はこれで行うようにしています。今日使ったのが4本。まだ、2本は完全に空でもう穴を開けました。で、この2本はまだ少し、これは半分ぐらい入ってますし、これはまだちょこっと入ってます。熱くなりすぎるとですね、どうしても、安全機能が働いて、ポッと、出るようになっています。ですから、私たちはこの4本を繰り返しながら使っていたっていう形ですね。で、これで十分素晴らしいね、ポテトの、瓶詰めができましたことを感謝します。それで、1年間は持つんですけど、これを使って私たちはシチューを作ったり、スロークッカーですね。スロークッカーを使ってシチューを作ったり、いろんなことに使います。ですから、皆さんも挑戦されるといいですけど、ちょっとこれはアメリカ的な方法かもしれません。ですけど、私たちの家族としては、これが一番いい方法だと思っていますので、皆さんに紹介させていただきました。長期保存ができる瓶詰めを今日は紹介しました。どうも。